トリア州の警察官の人とたまたま知り合ったんですよ。で、今どこに住んでるのって言われて、サンシャインっていう町に住んでます、ホームステイしてますっつったらめっちゃ驚かれて、マジ？はい、ということで、ホームステイに着いたら、ホストファミリーのホストマザーの方が出迎えてくれて、すごく留学生とかを受け入れてる人で、特に日本人とかを多く受け入れてる、ご家庭みたいで、すごく温かく、喋るスピードもすごくゆっくりこっちに合わせてくれるし、自分のレベルを見ながら結構話してくれる感じで、すごいコミュニケーションの部分では結構最初からつまずくことなくやれたかなっていう感じですね。そのホームステイの間は。で、ホストファミリーの家族構成なんですけど、オーストラリアでは結構多いみたいなんですけれども、シングルマザーだったんですね。お母さん1人と6歳ぐらいの息子が1人。でも結構一軒家に住んでて、ホストファミリーの家族の話はちょっとまたいろいろ話すことがあるんで、またちょっと今度話したいなと思うんですけれども、とりあえずホストマザーと2人で住んでると。で、僕以外にももう一人留学生を受け入れてて、その人はトルコ人だったんですね。僕より1週間ぐらい前に入った人らしくて、だから自分は最初留学行ってから1ヶ月ぐらいはホストファミリーと一緒に住んでたんですけど、4人で、計4人、留学生2人とその家族2人の4人で過ごしてたっていう感じですね。で、着いて荷ほどきとかして部屋案内してもらって、ちゃんと鍵とかもついてる部屋で、別に自分はそここだわりなかったんですけど、一応結構綺麗なお部屋で、机とかも用意されて、ベッドも広いのがあって、クローゼットもちゃんとソファーとかもあったり、結構大きい、割と快適なクーラーとかもありますし、結構快適な環境で、ホームステイの場所っていうのは、基本的にメルボルンって CBD っていうシティ、ダウンタウンとそれ以外の場所っていう風な二分がされてて、で、それ以外の場所をサバーブって言うんですよ。サバーブは日本語訳すると、多分田舎みたいな、多分そういう意味なんですけど、田舎っていう意味合いじゃなくて、郊外みたいなイメージ。多分郊外かな、意味合いとしては。サバーブっていうところで、基本的にホームステイをするのは、大体一軒家のお家が多いので、そこら辺はサバーブのところにホームステイっていうのは点在していて、そこに学校とか、僕は学校だったんですけど、留学のエージェントの人がアレンジしてくれて、適当にそこの、留学生を受け入れてくれるホストファミリーのところに割り当てられるっていう感じでした。はい。で、シティまでは20分ぐらいだったんですね、電車で。だからすごく立地的には結構いい場所に入ることができて、基本的にホームステイって運なんですよ。で、すごくいい家庭もあれば、悪い家庭もある。で、その家族的にいい悪いっていうのはあると思うんですけど、その家族は親切なんだけど、食事がめっちゃまずいとか、例えばシャワーは5分以内に入らなきゃいけないとか、例えばすごい明確にハウスルールが決まってるものがあったりとか、例えば冷暖房はこの時間は消してくださいとか、例えばご飯、あとは食事面が一番大きいけど、あとはもうめっちゃ遠いとか、学校から1時間かかると結構あるんですよ。とか、その家族とのノリが合わないみたいな、そういうの結構もういろんな要因があるんで、でも確かにもうそれはそうじゃないですか。だってもう4人、家族と一緒に住むってことは、その家族のライフスタイルに合わせなきゃいけないっていうのが一番あるんで、やっぱりなかなか難しいじゃないですか。長年過ごしてきた文化っていうのが自分には一番肌に合ってるし、それは日本人だけじゃなくていろんな国の人そうなんですけど、それはやっぱりオーストラリアといえどもいろんな家族がいて、いろんな習慣とか文化があって、そこに合わせていくのめっちゃ大変なんですけど、でも結構学校とかが手配してくれるところっていうのはわりかしちゃんとリサーチされてるんで、そんなにひどいところに当たらないのは結構あるんですけど、自分のところは割と留学生の人を多く受け入れてるってところで結構経験値があるんで、それは自分にとってはすっごい快適でしたね。快適だとあんまり意味ないんですけど、そういう面で言えば、経験的な意味で言えば、ただやっぱりどうしても英語を学ぶっていうところがメインになってくるとは思うので、それ以外の生活の環境ですごいストレスがかかると結構もう辛いんで、とにかく食事とかやっぱりそんないろんなところに気張ってなきゃいけない。例えば家に帰ったら学校ではすごい大変だけど、家に帰ったらすごく落ち着けるとか、そういう一つでも安心できる場所が
あるとやっぱ留学って結構孤独だったりするんで、そういう意味ではすごく生活の家とかっていうのはものすごく大事だと個人的に僕は思ってます。ただ運なんで基本的に分かんないですけど、高いお金払えばホームステイをしようと思えば基本的に運の要素は強いと思います。もともとシェアハウスだったり寮とかっていうのを最初から住む人もいるんですけれども、最初入って1ヶ月ぐらい海外の生活に慣れてない人っていうのは他の生活の人に相乗りするみたいな感覚でホームステイしたり、実際にご飯を食べるシーンとか生活をする環境で英語を使うっていうのは本当にホームステイならではの経験だと思うんで、ただ最初からそういう寮だったりシェアハウスに住むっていう人はもちろんいます。でもそこはやっぱり日本からそれを調べる、どういう寮がいいのかとかどういうシェアハウスがいいのかとか内見とかもいけないですし、それはシェアハウスホームステイでも一緒のことなんですけど、そこが結構難しいかなと思います。だから最初はホームステイするのは結構おすすめです。で中には基本的に例えば4週間8週間みたいな感じなんですよ、ホームステイっていうのは。で僕の場合は4週間だったんで、4週目もう3週目か4週目ぐらいから次のシェアハウスのシティ内ですね、 CBD の中のシェアハウスの家を探し始めて、普通に4週間経って契約が切れてはいバイバイっていう感じ。人によってはもう2週間とかで耐えられないから、もうお金は返ってこなくていいから、そのシェアハウスホームステイ分のお金をかけてこなくていいからもう出ちゃうっていう人も中にはいるみたいで、やっぱりね、すごく我慢しろっていうことではないんで、我慢して慣れてくればその生活も自分にとっては平気になるかもしれないけれども、そういう選択をする人も結構中にはいたりします。ただ何度も言うようにホームステイっていうのは基本的にガチャなんで運なんで、ただいい悪いっていうのはあんまり自分にとってはないと思っていて、自分はそこのこだわりはほっとなくて、成功しようが失敗しようがもう全部経験だと思うんですよ、留学って。だからいい家に当たったらそれはラッキーで、ちょっと自分には合わない、悪いとかじゃなくて自分には合わない家があったらそれはもう話のネタの一つだし、それも経験だから、それはすごくいい経験だと思うし、だから基本的に留学に行って成功する失敗するっていうのはあんまりないと思っていて、思った以上に語学力が上がらなかったとか、そういうのはまた別の話で、生活とかの様式に関して、生活のスタイルとかそういうことに関して言えば基本的にもう失敗はないと思うんで、そういうのを学べたというだけでも結構留学行ってよかったなって思えるポイントの一つではあります。さっきから自分は結構家に当たったって言ってるんですけど、実は2、3週間ぐらいは全然知らなかったんですけど、たまたまランゲージエクスチェンジっていう、日本語を学びたい外国人と英語を学びたい日本人が交流するのが結構シティ内とかで頻繁にもう週1週2ペースで開かれてるんですね、ランゲージエクスチェンジっていうイベントが。そこでビクトリア州の警察官の人とたまたま知り合ったんですよ。で、今どこに住んでるのって言われて、サンシャインっていう町に住んでます、ホームステイしてますっつったらめっちゃ驚かれて、マジでみたいな、あそこはめっちゃ危険な場所だよみたいな、すごい事件も多いしものすごい悪いやつらいっぱいいるんだよみたいなことを言われて、愕然として、マジかそんなとこに住んでたんだ、全然知らなかった。確かに夕方ぐらいになると人少なくなるし街灯も少ないんで確かに暗いなとは思ってたんですけど、まさかそんな危ないところだとは思わなかったんで、そこから1週間ぐらいはホームステイ出るまでそこから1週間半ぐらいあったんで、そこからはもう毎日最寄りの駅でトルコ人を待ち伏せして、トルコ人とお願いから一緒に帰ろうみたいなことをやったり、どうしても一人でその子と時間合わないときは普通に一人で帰ったりはしたんですけど、別に大きな別に事件に遭うことはなかったんで、それは全然良かったんですけど、どうも自分のホームステイがあったところとは反対側の駅の反対側が結構危ない地域だったらしくて、でもそれもいい経験ですよね。はい、今日はですね、ホームステイのことについてお話ししたんですけれども、このチャンネルではこの留学のことについてもう結構発信していこうと思っていますので、そういった動画に興味のある方はチャンネル登録をしていただければと思います。はい、本日は最後まで見ていただきありがとうございました。
また次回の動画もお楽しみに。はい。では、ありがとうございました。